一枚布で作るミニボックスポーチの作り方です。内側は裏地付きです。出来上がりのサイズは横が8センチ、奥行きが 3.5 センチで高さが3センチです。今回はナスカンをつけてカチャッとつけられるようにしてみました。おすすめの生地はシーチングぐらいの厚みの生地です。こちらはオックス生地で作ったのですが、しっかりするもののとても作りにくかったので、シーチングぐらいがおすすめです。接着芯もなしで大丈夫です。材料はこちらです。14×29 センチの布が1枚と D 缶用に 4×4 センチ、ファスナーは20センチファスナーを切って使います。 D 缶は 1.5 センチ幅のもの。今回はこちらのようにナス缶を使います。どちらでもお家にあるもので良いです。裏側を内側にして半分に折ります。真ん中の印をつけて、この折り目を上端から1センチのところまで折り上げます。上端に揃えて折ります。この折り目にファスナーを挟んで縫います。こちら側が表側になるので、ファスナーは裏返して開きます。折り目に合わせて挟んで留めます。3箇所ぐらい留めて5ミリの縫い代で縫います。開いてこのように折り返して端を縫います。2枚を持って引くようにして揃えます。真ん中も引いて最後の方も下に引いて縫います。ファスナーを閉めて端に印をつけます。ファスナーを反対側の折り目に合わせます。ファスナーは開いてさっきつけた印を合わせます。ここも3箇所ぐらい留めます。5ミリの縫い代で縫います。こちらも先ほどと同じように表に返して縫います。この時ファスナーは全部開けておきます。
折り目のある真ん中の端に印をつけて分かりやすくしておきます。開いた方に D カンかナスカンをつけます。今回はナスカンをつけます。タブ用の布を折ります。このままでも良いですし、端を縫っても良いです。今回は仮留めのりで留めておきます。仮留めのりをつけておくとずれないのでつけやすくなります。開いた方の真ん中に仮縫いします。仮縫いするときにこのまま真ん中を合わせると見えにくいので、少し先にも真ん中の印をつけると合わせやすくなります。置いた時にこの間から真ん中の印が見えます。端から5ミリぐらいのところに仮縫いしておきます。次にファスナーの端も仮縫いします。ここの真ん中にも印をつけておいて、ファスナーの端を合うようにします。縫いやすいように少し離しておいて、ここを仮縫いします。余ったファスナーの端は切っておきます。端を合わせてクリップで留めます。真ん中に6センチの返し口の印をつけます。返し口を開けて 1.2 センチの縫い代で縫います。1センチよりも少し広めに縫う感じです。1センチのラインを少し超えるくらいです。返し口をテープで閉じたいときは、返し口よりも少し広めに切ってアイロンでテープをつけておきます。後で返し口を縫っても良いです。こちらの方が綺麗に仕上がるので、今回は接着テープを使います。ダイソーでも売っているものです。真ん中を合わせて留めます。縫い代はどちらかに倒します。ファスナーが端にあると縫いにくいので、少し内側に入れておきます。こちらも同じように真ん中を合わせて1センチの縫い代で縫います。
表に返します。接着テープを貼っているときはテープを剥がします。返し口のところから先の尖ったもので角をきれいに出します。返し口のところを縫い閉じます。テープを貼っているときはアイロンで接着します。冷めてから次の作業に移ります。マチを作ります。今はファスナーが内側にあって裏が表側になっている状態です。3センチのマチを作りますが、ここに 1.5 センチの線を引いておくと仕上がりが綺麗です。透明定規などを使うと分かりやすいです。これはダイソーの透明定規です。1.5 センチのところに印をつけます。真ん中は引かなくても良いですが、今回は分かりやすくするために引いています。線を引いておくと三角にした時にラインが見えるので縫いやすくなります。角出しなどで中をしっかりと奥まで布を行き渡らせます。三角にしてマチを縫います。真ん中から 1.5 センチずつ3センチのマチを作ります。この内側から手を入れてしっかりと沿わせます。今回は熱で消えるペンだったので線をアイロンで消しておきます。表に返したら出来上がりです。